はい、皆さんこんにちは。ミニツ開発リーダーの岩崎です。今日はこの MR03 エボ、03だけじゃなくて030の方もそうなんですけども、このエボ基板とこの別体になっている RF モジュールの取り付け方、こちらに関して、ちょっとご案内をしたいかなと思います。結構何人かのお客さんからですね、走行中に外れるとかですね、結構そういったことを聞きましたので、対策というか、正しい付け方をお知らせしたいかなと思います。で、皆さんご存知のようにですね、この基板の上に配線が2本こう出てます。これが結構、なんていうんですかね、鍵になるんですね。で、ここに今、各社の今発売中のモジュールを持ってきてますけど、全部ちょっとこう裏を見ていただくと分かるんですけれども、チップが結構こうやって配置されていて、こちらの KO さんのものだけが裏がもうフラットなんですね。で、これが双葉さんですね。で、これが強小バージョンで、これがフライスカイのものになります。で、この配線を挟み込むので、配置としてはですね、この、KO さんは何にもないので、もうここのどこの位置に置いていただいてもいいんですけども、双葉さんですと、この何もないこの部分ですね。ここの部分。ちょうどソケットのすぐ横ですね。こうチップがあるところに配線を通してしまうと、どうしてもこう浮いちゃうんですね。なので、この何もないところを配線を通すようにしてください。これの場合はこのアンテナ寄りのこの端っこですね。これとこれは一緒ですね。どういうことかというと、例えばじゃあ双葉さんはめるとします。こういう位置関係ですね。配線をこの部分に持っていきます。そのためにこの配線ちょっとこうずらせるように長めにしてあります。なのでこのチップの何にもないところをこう配線を通して止めるという。こうするとちょうどですね、このなかったとこ、基板がない部分ですね、チップのない部分にこう配線を通すことによって、まっすぐですね、下のベース基板とモジュールがこう平行につくようになります。それ以外のところに配線を置いちゃうと、どうしてもこう斜めについちゃうんですね。そうすると、このソケットのところがこう外れやすくなっちゃうっていうのがあります。なので、必ずこの配線を、このチップを避けて、つけていただく。これなんかもそうですね。こうですね。これなんかだと、こっちが空いてるので、配線をこのようにこう、一番端っこですね。チップのないところに寄せて、つけると。そうすると、ちょうどよくですね、収まるようになっています。はい。で、唯一 KO さんはもう何もないので、この配線の位置っていうのは自由です。もうどこにつけていただいても綺麗に収まるかなと思います。で、稀にですね、この配線をこの RF モジュールの上に持ってきてる方とかがいるんですけど、それだとどうしてもこの上を配線を通しちゃうと、こういうふうにこう浮かすソケットですね、ソケットの方をこう浮かしちゃう方にテンションをかけてしまいますので、もう絶対に配線はこれの下をこう通してください。はい、これを守っていただくと、そんなに外れるってことはないかなと思います。で、締めていただくとそうですね。それでもどうしても外れちゃうという方はですね、薄いスポンジなどをですね、ここの裏に例えば貼ったり、してですね、間にこう挟んでいただくことでこう浮き上がりを防止して、このソケットの外れを防止するっていう方法もあります。大体ただこの配線しっかり寄せていただいて、このチップのないところを通していただければ、外れることほとんどないかなと。私もテストでずっとこうどのモジュールも全て試して走らせてますけども、結構ウレタンコースの壁とかにガンガン当たってもですね、通信切れて外れるようなことはないので、大体は大丈夫かなと思います。どうしても心配な方はですね、本当にこの後ろに、薄めのスポンジとかをですね、ちっちゃく切って貼っていただくとか対策をすると、外れずに
使えるかなと思います。今日はエボ基板と RF モジュールのこの取り付け方と注意点についてお知らせしました。